このように編んできました。1段目から32段目まで編み終わったところです。これで、最後に、ここの、つばのところに、プラスチックの針金を一緒に入れて編んで終わります。こちらのプラスチックの針金を使います。テクノロードという、これはだいぶ前に買ったので、今はちょっと包装とかも違うものかと思うんですけど、当時400円ぐらいしたと思います。長さが6メートルの、ポリエチレン 100% の、針金です。これを入れて編んでいきます。で、つなげる時にこの熱収縮チューブという浜中さんの、これもメルカリで買ったので定価はいくらか分かりませんが、30センチのものを購入しました。これを使います。はじめにこの熱収縮チューブ 2.5 センチぐらいのところをカットします。2つ用意します。はい、カットしました。そしたら1個だけ取って、このテクノロードに入れます。そしてこの、テクノロードを折り曲げてだいたい 2,3 センチねじります。ここのところに針が入るように穴を作って、このようにねじります。入るかどうか確認しながらねじってください。そしたらこのテクノロードが入るかな、入れます。よいしょ。チューブと針のバランスが悪いのか、ここまで本当はチューブを入れたかったんですけど、端の1センチ弱ぐらいしか入っていかなかったんですけど、この一番、先端の部分が覆われたので、これでよしとします。ここに、ドライヤーをかけてこのチューブを収縮させます。わかりにくいんですけど、本当に収縮されましたではこちらのワイヤーを一緒に編んでいきたいと思います。これが32段の最後の目なので、
最初の目、立ち上がり鎖2目の次の最初の目のところに針を入れたら、このワイヤーの頭に針を入れて糸を引き抜きます。そしたら立ち上がり鎖1目編んで、最初の目に針を入れて、このワイヤーを上に乗せて細編みを編んでいきます。あとはこの針の上にワイヤーを乗せて、このように一緒に編み入れていきます。編んでいきます。このように編んでいきます。こんな感じです。はい、このように編んできました。あと10目ぐらい残ってるんですけど、ここで一旦このブリムのところをこのように伸ばして形を一度整えます。あと一応ここで編み終わりの部分なので、折り曲げる部分を考えて、どのぐらいですかね。4センチぐらいいったところをカットして、もう一回このように形を整えてから、熱収縮チューブを先にこの針の方に入れてから、このようにねじって針が穴を通るように確認しながらねじって、また同じようにチューブに通して収縮させてください。はい、そしたら、ここの穴のところに来るまで同じように編んでいきます。はい、そしたら最終目、針を入れて、その後この、輪の中に針を入れて一緒に細編みを編みます。はい、このように編んだら、最初の目に糸を引き抜いて、これで編み終わりました。ちょっとこんな感じで編み終わりました。
そしたら、閉じ分を残して糸をカットします。ちょっと混んで見えにくいんですけど、いつものようにこの糸端、最初の目に針を入れて、また元の本当に見にくいな、元の目に針を入れて、見にくいな、このように裏側の編み地にこのように戻る感じで針を通しながら糸を始末していきます。はい、そしたら他の最初の編み始めの1段目の方のこの編み始めの糸端もこのように丸く閉じつけてカットします。あとつなぎ目はもう編み入れて編んだので、ここら辺は編み地を切らないように気をつけながらカットしてください。はい、軽く仕上がりました。これからの季節にちょうどいいシンプルな編み方なので簡単に編めると思います。ぜひ編んでみてください。ありがとうございました。